さあ、バイク雑誌タンデムスタイルの取材のついでに動画を回させてもらおう動画、今回、もですねバイクに乗ってツーリングキャンプに行くんですけれども、今日乗るバイクがこちら BMW CE02、これフル電動バイクです。どうですか、このドラゴンボールの世界から飛び出してきたような BMW の最新の電動バイクなんですけど、ツーリングキャンプですんでこのギアボックスを装着しております。こんな感じで9時40分、じゃあ行きます。おお、滑らかなつけてる。さて、これ埼玉県の嵐山町って書いてたな。そうですね、はい、パン工房タロタロっていうお店、はい、今日は何を作るんですか？今日はですね、カンパーニュを使ったちょっとカンパーニュ、はい、パン、なんかちょっと丸い、はいはい、カンパーニュを使ったなんかおしゃれな料理、名前が言えないっていうカンパーニュはパンを使ったおしゃれな料理、サンドイッチ的なこと？いや違います。なんかこうちぎって食べる、なんかちぎって食べるアッパーなんとかちょっと待ってください。アウトドアっぽい料理。そうです、ちょっと今おしゃれなので有名なはずですよ。あ、そうなの。その材料、まずカンパーニュを買う。で、なんか専門店のカンパーニュ専門店のカンパーニュ専門店なんや。すごい。カンパーニュ専門店。あ、こんにちは。すいません。はじめまして。カメラ大丈夫ですか？もちろん大丈夫です。あ、もう万全の準備でお待ちしてます。すごい、なんか珍しいですね。この企画にしてはこんな迎えてくれはんの。本当ですよ。みんな大ファンなんで。ありがとうございます。福井さんも両方ファンなんで。あ、本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。カンパーニュ専門店なんですか？そうなんです。カンパーニュというパンの専門店をやっておりまして、珍しくないですか？ものすごく珍しいと思います。多分日本でもおそらくないと思います。カンパーニュって僕いまいち分かってないんですけど、何なんですか？パンの中でも。カンパーニュはフランスで主に開発されたパンなんですけど、いわゆる田舎パンって言われてまして、田舎パン、本当に私たちのパンはすごくいい小麦を使わせていただいてて、はい、この嵐山町は実はすごく小麦が栽培がすごく有名でして、でうどん用小麦なんですよ。で普通はうどん用小麦をカンパーニュに使うことまず普通ないんですけど、そういうなんていうのかな、すごく実は引き立ての、取れたてのすごくいい小麦を使わせていただいてて、この小麦が本当に美味しかったので、もう本当に私たちのこのプレーンカンパーニュってこれ一番人気の商品なんですけど、こちらの商品は小麦と酵母とお水とお塩だけを使って焼き上げてる、今日まさに本当に焼き上がったばかりのものを今ご用意してまして、これがちょっと僕たちもいろんな小麦試してみたんですけど、ここの地域のこの小麦が一番やっぱり香りが全然違くて、うわ楽しみやな。もう余計なものは一切なく。そうなんです。だから食パンみたいに最近有名ないわゆる高級食パンみたいに、お砂糖とかマーガリンとかいろいろ使ってなんか甘く、召し上がるのが好きな方もいらっしゃると思うんですけど、うちはもう全く逆で、本当にいい意味でも悪い意味でも小麦の良さだけを感じていただけるパンをご用意しております。そうなんや。だから本当にカンパーニュ本来の味っていう感じ。もうだから本当にダイレクトにいい意味でも小麦の良さがそのまま全部伝わっちゃうっていうか、小麦の良さと作り手のうまさが全部出ちゃうっていうパンを私たちは作らせていただいてるんです。うわ楽しみです。ちょっとじゃあお邪魔していいですか？感激してますよ。いやそんなとんでもない。もう高木さんで来ていただいて。とんでもないですよ、そんな私なんて。うちのパン職人がいますので。どうぞ。すいません。お邪魔します。これがカンパーニュ。カンパーニュとあとはでもあんこカンパーニュ。これほんまにカンパーニュばっかりやん。カンパーニュばっかりやマジで。すごい。カンパーニュラスクとかもあんねや。これは楽しみ。はい、ありがとうございます。でも追加何かありましたね。ちょっと俺個人的に
このいぶりがっことクリームチーズとキーマカレーを。はい。これ。あ、じゃあそれこれ何時？いぶりがっこぜひ食べていただきたかったんで。あ、嬉しいです。よかった。ギリ最後のやつ。ナスいっちゃった。あとすみません、このクランベリーとクリームを追加していただきます。いぶりがっこおすすめなんですか？いぶりがっこおすすめというか、あんまりパン屋にはないかなと思うので。確かに。フルアパートブレッド。本気で初めて聞いた。部分的に引っ張るパン。あ、でもそうですね。あ、そう引きちぎって食プべるパン。ルアパートブレッド。ああ、そういうことね。プルアパートはいブレッドね。ちぎったり離したりなどしてみんなでシェアして食べるパーティー用料理。あ、それです。インスタグラムで話題になったちぎりパンの海外版とも言われています。なんかちぎって。あ、そうです。こんな絵がある。うわー、そういうことね。パンをはい丸々1個格子状にガーッと切り込み入れて、はいそこに具材というかソース的なものをかけたり挟んだりして、そうでその格子状に切ってる部分を引きちぎって食う、そうくり抜きながら食うみたいな。シャレオツな。そうなんですよ。じゃああれか、その具というかソースみたいなものは、はいまあ、何でもいいっちゃいいんや。ソーセージとかはいはいチーズとかををうわーっといっぱい挟んでいく。なんかニンニクのあれとかをその間にすり込んで、はい。じゃあ一応なんかオーブンで焼くみたいなことになってるけど、まあ今回は焼かずにってことですね。あ、いや一応あれで火通そう。焚き火台でいつもの銀紙を持ってきましたね。あ、じゃあ具材を生で挟んで、はいホイル焼きにするってこと？そういうことです。そういうこまあ、オーブンとはちょっと焼き方違うからパリッとカリッとになるのかな。オーブンじゃないと、はい多分上の方焼けないですよ。と豆乳ですかね。中にして銀紙きっちり巻いて中に豆乳ですかね。もやし的な。いや、それは多分焦げるしまあ裏返したら多分なんか多分チーズとか入るんでしょ。チーズビチャーってなるから、まあ温めるぐらいでいいんじゃないですか。パンやし。あていうかそんなことよりあパン食っていいですか？まずパンを。キーマカレーとかのはい。いぶりがっこいってみようかな。あ、なんか柔らかいんですね、意外と。意外と柔らかい。なんか俺もっとカチカチのパンかと思ったら、はいいただきます。これあれです。重い。くるみなんとかめっちゃ重い。うまい。え、ちゃんといい小麦の味がするって感じ。美味しい。あんが柔らかいし、しかもこれうまいわ。しかも具材もなんかいっぱい入ってるし素材の味がなんかちゃんとしてるというか、なんか余計なもの入ってないなって感じがすごいしますね。よし。じゃあ行ってみよう。まずこれを切り刻まないと。このカンパーニュやからやりやすいんや。切れました。すごい。これはニンニクとウインナーとかね、肉系のやつですね。はい。じゃあニンニクあとチーズ。全部にみっちり入れなくてもある程度こう広がっていくよねっていうことですよね。もう1個ぐらい使いますか？いや多分ウインナーからも油は出るから。あちぎってってこれほんまどうやってちぎって具材もう具材ごと掴んでちぎっていくんですかね、これ。そこが僕はよくわかんない。ただ結構ぐっちゃぐちゃに食べる感じなんかな。どうなんですかね。じゃないと無理ですよね。もしくはこのチーズでうまく
くっつくってことなんですかね。いやそんな甘くはない。そんなことはないですね。ででチーズをチーズあれトマトはトマトはなんか僕が読んだ感じだと最後にこう焼いた後にあ乗せて食べる。とりあえず一旦こんな感じで。これはすごいぞ。これはすごい料理や。くり抜いてくり抜くなんです中に入れ詰めれるようにお皿にするってこか。そうです。とビジュアルどんなんですか？ビジュアルおお結構蓋やな。こう切るか、この白いとこに従ってちょっと目みたいな感じで。おお、それを中に入れちゃうってことです。ああこれを中に入れる。はい。はははでこれを言うたらこれを具の一個にするってこと。そうですね。そう触ってるだけでいいパンなんやろなって感じがすごいする。だから全部入れなくてもですよね。ちょっとこのカンパーニのここだけか美味しい。おいしい。ちょっと火が通りやすいように薄切りで。そうか。アルミホイルうわなんか焦げてる。早っマジ焦げた。ちょっとやばい。焦げつかないように弱火で煮て出来上がりっていうすごいもう好みのとろみになるまでかき混ぜながら焦げつかないように弱火で煮て出来上がりって書いてある。うんなー。ベーコンベーコンあります。今こういう状態ですね。おお、戦ってる。喧嘩してる。今こういう状態です。でもカンパーニュ1個あったらこういう風に器にもできるんですね。おお、いい感じ。いい感じですね。あれ？よし。じゃあ火つけて焼きましょう。はい。これでも絶対上の方までいかへんな。ですよね。上の方まで火いくのにはもう下が多分焦げるからおお。むずいな。もう裏返すわけにもいかんしな。大丈夫持ってくれよ。よしじゃあ置いてみよう。じゃあ燃えてる。後ろの焼けないようにするやつ。だから下はしょうがないにしてもやっぱ上まで焦がしたくないけどな。多分下が焦げてる煙ちゃうかなこれ。下が燃えまくってる感じするな。なんか下は完全に白くなっている。まずウインナーの方から。おいしそう。めちゃくちゃいいやん。もうでも下は丸焦げやけど丸焦げでも中は大丈夫です。おおすごいすごいすごい。そしてこっち真っ黒。でもうまそうじゃないですか。それちょっとうまそう。でもあれやな、やっぱり燻製されてる。ちょっと全体的に黄色いのは。でも思ってたよりずいぶんマシかも。
れはいいんじゃないですか。これはいいんじゃないですか。ちょっとおいで。これマジどうやって食うんやろこれ。ちぎっていってみてください。もう手むちゃくちゃなるけどなこれ。あ、ちぎれる。お割とおちゃんとちぎれる。あ、落ちる。ちぎって出す煙がいぶされちゃった感じですか、あら燻製、パンの燻製みたいになってるけど、まあこの量よ、もうオーブン絶対ホイルじゃ無理。ああもうダメ煙の味するな。すげえ。燻製とはまた別の。中に入っちゃってる。入っちゃったってことですかね。中が燃えてんのか。うんだから下が焦げてるから、その焦げがもうの煙が全部入っちゃってますね。渋い、めっちゃ渋い。わあ美味しいパンやのに。残念な感じ。うんこれは煙の味。マジっすか。ああ、うわ、いやいや、苦い。皆さんこれは絶対オーブンでやってください。もしくは別に具材焼いてパン生でもいい、全然いいですよね。裏田も危険な感じですか。うん煙の味煙ですね。口に煙やな入れた瞬間に広がる煙の味。煙フレーバー。いや、ダメだ。あそこで美味しいパン買って食うのが一番いいと思います。キーマもめっちゃ美味しい。おいで。おいでおいで。うん。うん。うん。懐っこいね。